本当にいい映画ってのはやっぱり本当に楽しいんだよね。その七面倒くさいものじゃないしね、本当にいい映画ってのは大変分かりやすくってさ、面白くて。よーいスタート。映画を愛し、映画の力を信じ、人生を映画のために生きた黒澤明。生涯に残した作品30作、その全てが世界中の観客に支持され、映画界に多大な影響を与えた黒澤映画。デビュー作「姿三四郎」から55年の映画作りに込められた黒澤監督の思いを紐解きます。日本映画に刑事物というジャンルを生んだと言われる野良犬。警官がピストルを盗まれるという実際に起こった事件をヒントに、黒澤明が菊島隆三と共に書き上げたオリジナル脚本でした。ジョルジュ・シムノンのファンである黒澤明は、ストーリーをシムノンの犯罪小説風にしようと考えます。そこで最初小説体で書いて、それをシナリオに直すという形を取ったのです。この小説体のシナリオの書き出しはこうなっています。それは7月のある恐ろしく暑い日の出来事であった。冒頭から前編にわたってテンポよく展開していく映画版「野良犬の筋立ての見事さ」は、この書き出しが生んだものなのです。40日で出来上がった小説「野良犬」、これをシナリオに直すのに50日もかかってしまったそうです。実はこの段階では冒頭のシーンは時間経過に沿って進行していくことになっていました。撮影を担当した中井朝和カメラマンの台本に残された絵コンテによれば、ファーストカットはピストルのアップから、村上刑事役の三船敏郎へのパン、そしてその後に射撃練習場でのシーンが続きます。バスに乗り込んだ村上は暑さに徹夜明けの疲れが加わり、集中力が散漫となった隙にピストルを盗まれてしまいます。完成した映画ではトップカットとなる村上刑事と係長のやり取りはこの後になっていたのです。当初シナリオ通りに編集した黒澤監督でしたが、この出だしはダラダラして焦点がぼやけて劇に引き込むイントロダクションの把握力が少しもないと感じます。困った黒澤監督は小説体の野良犬を読み返します。そしてトップシーンは小説体の書き出しのインパクトを生かしたシーンに編集し直されたのでした。その日は恐ろしく暑かった。何？ピストルをすられた？は、申し訳ありません。ピストルを盗まれるくだりは係長への報告の合間に回想する形で入れられることになりました。その取られた拳銃には弾は何発入ってたの？そっくり7発です。ボルトだったナな。レーションを加え、事件の背景、人物紹介を済ませてしまう手際の良さ、この抜群のスピード感は野良犬の全編にわたって作品を特徴づけています。タイトルバックに使われた犬、この犬が思わぬところで問題となります。ある程度走らしたからだよね。撮影前にどんどん、それでこう顔やなんかメイクアップしたからきつい感じになったね。なんてことはないんで、あれは。ところが動物愛護団体のアメリカ人女性から、狂犬を撮影するために正常な犬に狂犬病の注射をしたと言いがかりのようなクレームをつけられてしまうのです。そんな事実はないのですが、占領軍アメリカには逆らえず供述書を提出することで決着しました。自分は
野良犬が公開されたのは終戦からわずか4年後の1949年。街中の光景にも占領下の日本の姿が色濃く残されていました。この作品では夏の暑さを感じさせる絵作りに力が注がれています。それが最もよく表現されているのが闇市をピストルを探して三船敏郎が歩き回るシーンです。この場面は実際に闇市で撮影されたもので、戦後の風俗を忠実に描き出しています。闇市にカメラを持ち込むことは危険なことでした。歩き回る足のアップは三船ではなく代役による吹き替えでした。大半はだから後ろ向きみたいのはみんな本田さんがやったんですよ。この作品に助監督として参加した本田一郎は後にゴジラで世界的な名声を得ますが、黒澤明とは同じ山本梶郎の門下生。入社は3年早かったのですが、2度の応酬で監督デビューが遅れ、青い真珠でデビューするのは野良犬の2年後のことでした。実際戦地に行っていただけに従軍経験のない黒澤監督の良きアドバイザーとなり、復員服姿が様になるのももっともなことでした。実はこの作品は新東宝作品で、スタジオも新東宝の大泉撮影所が使われました。当時の東宝は映画会社でありながら映画作りどころではなかったのです。戦後急速に推し進められた民主化の波は東宝を直撃します。労働組合の力が強大なものとなった反面、ストライキが繰り返され、ついには戦車までやってくる騒ぎに。創作の場を求めた黒澤明は山本梶郎が起こした映画芸術協会に参加、野良犬が作られることになったのです。黒澤監督は浅草、上野、新宿、渋谷の4カ所で撮影した闇市のカットを画面を4分割して歩く三船の姿を中央に合成しようと考えていたようですが、時間をかけて作業する余裕がなくなり断念したそうです。夏の暑さを印象づけたカットとして名高い吉津越しの太陽は本田さんが担当したもので、銀座で撮影されたそうです。ピストルを探し回る村上刑事が夜の女たちと出くわすこのシーンは、逆光の中に浮かび上がる夜の女たちのシルエットが印象的でしたが、娼婦に扮した女優たちからクレームがつく事態となってしまいます。照明を担当した石井長四郎が逆光で透けて見える下着やミットもないので脱いでくれと女優たちに要求しました。黒澤監督は後で問題になるんじゃないかと言ったそうですが、石井氏が責任を持つということで結局は脱がせてしまったのです。撮影後、俳優家から呼び出しを受ける羽目になったのですが、出来上がりを見た女優さんたちはこのカットに感動、逆に文句を言ったことを詫びたそうです。音楽的にも当時の流行歌を何曲もコラージュするなど、闇市のシーンには大変手間がかけられていますが、闇市以外にもオープンセットやセット撮影が大量にあったのです。何とぼけた面してやがんで。恥切らないかって聞いてるんだよ。私にとって悪魔ですよ、この作品。変なのなんかのだって大体ね、オープンセットが3倍のね、あと30回以上なんてセットはね、未だかってないんで。ないね。まだかってない。いや30ってないわよ。ですよね、いくらなんでもね。でそれも小さくないんだもん、ほとんど。当時村木さんはまだ助手でしたが、売れっ子デザイナーの松山隆が現場に来ないため、30ものセットを作り上げたのは村木さんでした。
黒澤監督の撮影は恐ろしく快調で、1日に5つから6つのセットを取り上げてしまうこともあったそうです。それだけに撮影の済んだセットをばらし、新しいセットを立て込む。村木さんをはじめ美術スタッフは寝る間もないほどの忙しさだったと言います。この鑑識課の資料棚は警視庁を取材し、同じサイズで作り上げたもの。引き出しにはもちろんカードがぎっしり入れてありました。紙なんか見えるわけないんだけどさ、ただ白くは見えるでしょ。だからそれを何百枚ってあれほんと12時過ぎぐらいやったら刺すの、書かないで入れたんですか？いやもちろんだから紙だから少なくとも何か分かったか分かんないことは書いてるけどさ、そうすごいよな。もちろん当時コピーなどありません。一枚一枚手書きで書き込むしかなかったのです。この箱師はこの間死んだよ。そうですか。だからさ、ちょっと発にすればまあ字は見えるか見えないか分かんないけど、気分としてはね、あれ白で、じゃなくてさ、木のままだったらやっぱりおかしいよね。同じく土壌屋でも水槽には本物の土壌が用意されていました。じゃあ土壌なんて何かあったら上がってこないもんね。水を空気がするとたまに上がってくるんだよね。上のでガシャガシャされると上がってこないんだよ。だから全然映ってない。全然後で鍋に作っちゃった。なんだ市川さんかい。公開当時は映っているかどうかわからなかった土壌ですが、今回の DVD 化ではっきり確認できるようになりました。しかし想像してたより似合うぜ。何がさ。その様相がさ。このシーン、右上の看板の文字に注目してください。そこに書かれているのは村木委員の4文字。要するにタイトルに載せてくれないで、ピースのデザイナーはこうねから尺だからタイトル代わりに名前書けって裏向きでこう通ってて、俺は端からこう出てくるんだよ。色眼鏡かけてさ、タオルなんぞこんな回していくか分かんないよ誰にも。あ、本当に。警視庁の廊下でのシーン、この直後左から出てくるのが村木さんらしいのですが、市長の君のコルトよりもピストル屋のたくさんの拳銃をあげることに主眼を置くべきだったな。これよく出たよ。あれだとか後楽園だとかさ、あんなとこ。そうか、後楽園人いりますもんね、だってね。だからなんかやってんだいい加減に。だって録音だって柳口さんとか真面目にやんねえでみんなそんなことやって遊んでんだもん。始まるまで大変だろ、その間にみんないろんなことやってる。それでそのうち怒られたわけで、その仕出しの連中が「俺たち金にならねえ」って言うわけだよ。みんなして出ちゃう。それで出なくなったの。ピストルの売人を追い詰める舞台となる後楽園球場では実際の試合を撮影。当時巨人の看板選手だった青田、千葉、川上といった選手の映像は野球ファンにとっても貴重なものです。実はこの後楽園でのロケは一度撮影を終えたのですが、黒澤監督の満足のいくカットが撮れず、ニュース映画専門の撮影スタッフで撮り直しています。この作品で犯人の幼なじみの踊り子という重要な役で映画初出演を果たしたのが淡路恵子。淡島千景に憧れてこの世界に入った彼女は当時まだ SKD の練習生、16歳という若さでした。まだ芸名もなかった彼女にファンであった淡島千景の淡の字に恵まれる子という名前を付けてあげたのは黒澤監督だったのです。映画出演はお嫌だったんですよね。お嫌でしたよ。だって私舞台に入ったのに映画に出なさいって団長に言われて、なんで私映画に出なきゃいけないんですかって言って、私は舞台が出たくて SKD に入ったのに、人も嫌だ嫌だってもう大騒ぎしましたね。撮影に入ってからも早く帰りたいとそればかり考えていたそうです。
ずいぶん何十年も経ってから、もうこの子はしょうがない、泣けってば笑うし、笑えってば怒るし、何かっていうと帰るっていうし、もうどうしようもなかったよっていうのは言われたの、後で。野良犬の宣伝ポスターでも淡路さんの表情は硬いまま、拗ねた感じが逆に新鮮です。あの日は拗ねてたのよ。ものすごい腹立ってたのはね、その日のね、淡島さんの舞台を見る切符、高等劇場のね切符を買って持ってたんですよ。その日は撮影がないっていうから。で見に行こうと思ってたら、なんかやる写真を撮るってわけよ。これは何ですかって聞いたの、知らないから。スチール写真ですっていうの。これって映画ですかって聞いたのよ。そしたら、いやって向こうはびっくりして、映画の中の一部でしょ、スチール撮りっていうのがあるわけだよ。全然知らない。これ映画じゃないんだったら、私今日舞台があるから舞台見に行くから帰るって言ったらびっくりしちゃったのね、みんなも。あんまり私がものを知らないんでそれでとんでもないって、これも映画の一環でね、こうスチールを撮って、もうそれでも泣いてふてくされて、だからふてくされてんのよ、こうやって。あ、そうなんだ。笑えなんて言われたって笑えやしないよ、ムーッとして。結果的にはそれが自然な演技を生むことになります。並木君だね。もうね、踊って疲れて部屋帰って誰かに呼び出されたら腹立つでしょって、もちろんムカつくわよみたいな。でそういう顔して降りてきてって言うから、もう暑いしさ、もうダラダラしながら降りてった。そこを撮ってるわけ。あ、そう、よかったですねなんだかね。かわいいのよ、その16歳まんざしにして。先生、私もう嫌、このセリフもう言いたくない、平気で言うの、あの黒澤明に。可愛かって、そうするとね、でもね、なんてまた黒澤さんが子供になっちゃうのよ面白かったよこの場面ではカメラがどこにあったかもわからなかったそうです。私何も悪いこともしない。自分の出番ではないシーンで淡路さんが覚えているのがこの場面だそうです。岸照子さんがスリの銀かなんかで、なんか屋根の上かなんかで夜空こう見ながらなんか喋って長いシーンがあるわけですよ。さあ黒沢先生がテストの時に「なんだか」っつってさ、向こう通ってる酔っ払い2人に「なんだその歩き方は」っていうようなことを怒ったの。なんと怒った、何しろその2人がオーバーかなんだかわけわかんないとかってんでロングを歩ってる人を怒ったんですよ。だから岸さんがそこへ来ると止まっちゃうの。自分は一生懸命やってたのに「なんだ!」ともうそこへ来るとセリフが止まっちゃうの。何十回やったか分かんない、フィルムなくなっちゃったの。それで新しく1日何本って決まってたのかな、その頃ってフィルム何巻ってない。それ取りに行くの待って、それで撮ったの。私それはなんだかずっと見てたの。お前さんには負けたね。結局このシーンでは酔っ払いはカットされてしまったようですが、どんな早くの演技も見過ごせないのが黒澤明でした。私はお星様なんていいものがあるの。ここ20年ばかりすっかり忘れていたよ。何かとスタッフを手こずらせたという淡路さんの面倒を見たのが三船敏郎でした。台風かなんかで大泉が停電になって、それで
なんだか知らないんだけど迷惑だったんだろうけど、三船さんが私を連れて銀座へ連れてってくれたわけですよ。それで生まれて初めてステーキっていうものを、ビフテキをごちそうになったの。どうやって食べていいかわからなかったら、三船さんが全部サイコロに切ってくれたの。世の中にこんな美味しいものがあるんだと思った。この作品でもう一人スクリーンデビューを果たした俳優がいます。千秋実。後に志村三船に次ぐ出演本数を重ねることになる千秋は、当時夫人の佐々木文江と共にバラ座という劇団を主催していました。当時かなりの人気を集めた劇団で、中でも代表作「打大尉」は黒澤監督も見て気に入り、後に静かなる決闘と名を変えて映画化しています。この映画化がきっかけとなり、野良犬に出演することになるのです。ちょうど支配人が留守なんで、僕文芸部のもんですわ。役柄はレビュー劇場の演出家、ハマり役でした。どこが悪いんです？ええ、毎月のあれですよ。いつもその間手を焼かせるんですよ。風切り日にみんなで並んで、日劇のもうてっぺんの方でぎゅうぎゅう詰めのとこでこうやって見てたの。並木晴美、あれはあれですよって言った時にね、もうこの人いやらしい人だ。もうね、映画のストーリーも何もないのよ。しばらくの間思ってた。千秋さんのこと、千秋さんっていやらしい人だと思ってた。かわいい。それ可愛い時があったのよ。いきなりこうなったわけじゃないのよ。奪われたピストルは殺人事件を引き起こしてしまいます。この殺人現場での撮影では、エキストラたちの動きがうまくいかず、業を煮やした黒澤監督が離れて撮影してはという中井カメラマンのアドバイスで望遠レンズを使用。後にセリフをアフレコして、結果的にドキュメンタリー色を出すことに成功しています。この時の経験が黒澤監督が望遠レンズの効果をつかんだきっかけになったのではないかと中井カメラマンは後に語っています。このアパートでのシーンは黒澤作品の特徴である土砂降りの雨が降っています。ね、お前は。通常の雨では物足りない黒澤監督は、ホースを上向きにして天井めがけて降らせるように要求します。照明に水がかかると電球が割れてしまうため、パラフィン紙に油を塗ったもので電球を覆い、防水してから消防用のホースで大雨を降らせたのでした。犯人を追い詰めたホテルのシーンでは、酔いどれ天使で成功した音楽の大砲コントラプンクトを再び使っています。犯人逮捕へ向けて緊迫する場面にラジオから流れてくる甘く陽気なラ・パロマの調べ。なんかそこを書いてる時になんか聞こえてたんだよね、どっかから、あの曲が。あ、そうなんだ。ラ・パロマかな、なんか。そしたらね、でそれをこういう時にそういうものが聞こえてたら素敵だなと思ったんだけどね。そしたらね、でラ・パロマのレコードを探したんだよ。そしたらね、そのレコードもね、いろんな編曲があるでしょ。この僕が聴いたその編曲じゃなきゃダメなんで、そのレコードを探すの大変だったんですよ。このシーンでは
ラ・パロマにさまざまな効果音が乗り、電話の受話器から聞こえてくるように加工されたりと、録音部にとっては辛い仕事となりました。録音を担当したのは黒沢組の常連となる矢野口文夫。あの頃はほらテープもないし、結局だからいろんな流行歌がこう重なりこう出てくるでしょ。それで、現場にいたわけではないが、でもねワイヤーとかテープとかあったらしいのよ。それも使って、それでいろんな既成曲をこう流したわけです。あっちかけたりこっちかけたりして、でそれがうまくいかなくて、監督がもうなんかやめちゃったらしいのよ、もうその日は。でところが矢野口さんがダビングルームからいつまでたってもスタッフルームに帰ってこないからさ、それで見に行ったらまだそれをね音を一生懸命やって、それで泣いてやんのっていうやつ。それはみんなと集まった時黒沢さんがよく話すからさ、泣いてやんのこいつなんておっしゃるけども、泣いてやんのじゃないよ、かわいそうにあんた大変だっていうのよ、あの頃は。割とね黒沢さんと柳さんって同期だからね、だから黒沢さんもずけずけ言えるしねだから何かあると柳さんのところにみんな行っちゃうんですよ僕が NG 出しても柳さん怒られた俺じゃねえよってやつですよね犯人を追い詰める駅構内でのシーンは新東宝の撮影所に近い大泉学園駅を使って撮影しました。顔がわからない犯人を見定めるヒントとなるのが、あ、そうだ、ゆうべ遊佐は土砂降りの中を飛び出したんだ。泥だらけの靴、泥だらけの靴、泥だらけの靴、泥だらけのズボン、泥だらけのズボン、泥だらけの。極端すぎるようにも見える服の泥はね。黒沢監督と中井カメラマンの間で意見が割れたそうです。それは中井さんに聞いた話ですけどね、中井さんがつまりあれズボンにこう泥の羽が上がってんのを発見するわけでしょ。それでパンしてってそこに止まるんだけど、初め普通にまあ やってたら先生がもうそんなんじゃダメだそんなんじゃダメだしてものすごいオーバーにやったんだって、こう泥のなんか牧場かなんか知らない。中井さんが「これはちょっといくらなんでもオーバーだ」って言ったら「いやこのぐらいしないと分かんない」って言ってまあ押し込まれた。犯人役の木村勲は野良犬が初の黒沢作品。このシーンで初めて顔が分かります。やっぱりそうだな、あのぐらいしないとダメなんだななんて中井さん言ってましたよ。大体いつもそうじゃない、血のりでも何でもバケツでボシャーってだからね、こちょこちょやるの嫌いなのよね。犯人と対決するクライマックス。ここでも音楽の対比法が効果的に使われています。緊迫した場面に流れてくるピアノの練習曲。さらに犯人を取り押さえた後に聞こえてくる子供たちの動揺。血みどろの男たちの向こうを通る子供たちの集団。そのコントラストの見事さが音によってさらに強調されていきます。
この残酷なまでに激しいクライマックスも最初に書き上げた小説体の野良犬に描かれていたものでした。やっぱり黒澤さん大変青年を愛してたみたいな気がしますね。いろいろ撮影の状況とか、あるいはいろいろその話を聞かせてもらったりした中で、ああいう戦後の何が正しくてね、何が悪かわからないみたいな混乱した中で遊佐っていう野良犬ですね。野良犬がなぜ野良犬にならざるを得なかったかっていうふうな、ことに焦点を当ててたようですからね。だから決して悪人として徹底的に描くっていうふうな描き方じゃなかったような気がしますね。野良犬の撮影は順調に進み、唯一黒澤監督を手こずらせた淡路さんの出番が終わった日のこと。したら先生をはじめスタッフしか三船さんザーッと並んで送ってくれた時ね、三船さんがスカート、私がほら踊り子でしょ、自分のズボンのここつまんでブンチャッチャブンチャッチャって踊ってくれたの。それ見た時涙が出た。初めて、ああもうみんなに会えないんだ、もうこれでお別れなんだ、初めてその時、ああもう会えなくなっちゃうんだっていう気持ちがした。だって三船さんがさ、もうズボンのここをこういうふうにつまんで、上刑事の格好してさ、ズボンのここチャッチャーチャッチャーってさ踊ってくれたの。それそう一列で三船さんと先生が真ん中にいて、みんないてくれて、でそこ木炭車に乗ってスーッて行く時にちょっと涙が出た、それはもう忘れない。野良犬はそれまで日本映画にはなかった本格的なサスペンス映画となり、かつて黒澤監督の助監督を務めた小林恒夫により刑事ものというジャンルに発展していきます。映画出演が嫌で仕方がなかった淡路稽古には、かえって映画の出演依頼が殺到するという反響をもたらしたのです。また前作「酔いどれ天使」で三船敏郎についたヤクザが似合う役者というイメージをこの映画の刑事役の公演で払拭し、芸域を広げることにも成功しています。